やばいでしょ。この歌声の魅力半端ないですよね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルクマジディスティニーその俊太山中重太郎、こちらのオフィシャルミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、今回のマジディスティニーは猛烈猛進リリースプロジェクト第2弾ですよね。そしてユニット曲ということでですね、山中さんとそのさんの歌声をいつも以上に今回深掘りしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、ミルクマジディスティニー歌声分析 GO！ おい、かっこいいね、稲妻。わ、冒頭からかっこいいですね。そして山中さんとそのさんの登場シーンもかっこいいし、今ね、ちょうどいいタイミングで止めたと思うんですけど、2人の顔が近づくシーンがですね、ものすごく色気たっぷりですね。わあ、かっこいい。楽曲の雰囲気もアップテンポなんですけど、使われている音がですね、クラシックみたいな感じで、ものすごく上品な感じがまた心地いいですよね。いいね。相変わらず色気がすごいですよね、山中さんの声。で、山中さんのこの声はどういう風に出してるかというと、声の太さだったり、声の力強さをコントロールする肺の中、胸腔共鳴というところの音色と、声質のコントロールだったり、高音域のコントロールをする上で大事になってくるポイント、鼻の中の鼻腔共鳴、この2つを中心に歌声作りをしています。割合的には鼻腔共鳴の方が音色成分としては多いかな。胸腔共鳴で作られた声の響きを全部鼻に入れるような、そういった発声方法かと思います。よく聞くとですね、鼻声の音色を感じ取ることができる声質だと思うんですけど、この鼻声の音色がですね、鼻腔共鳴の特徴ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい声ですよね。恋するのに、こんな感じかな、僕が真似をすると。で、うっすら声に息のこの音が混ざってるのも山中さんの声の特徴ですよね。これ歌の専門用語でウィスパーボイスって言います。で、このフレーズでは衝動こそのポイント、ここで一気に音域がぐっと上がるんですよね。この音域が上がったタイミングで胸腔共鳴の音色が強くなっています。ものすごく力強い歌声になってるポイントかなっていうふうに思うんですけど、で、力強くなった後の恋なののあたりかな、ここで恋なのみたいな歌い方をしてましたよね。このザラザラっていう音、エッジボイスっていうテクニックです。力強さと切なさを表現したものすごく心に突き刺さるフレージングかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。恋なののところがですね、ものすごく大好きですね。いつものそのさんの歌声はこう優しさ 100% みたいな感じだったんですけど、今回のマジディスティニーではかっこいいイケメンボイスって感じですよね。で、そのさんどういう声の使い方をしてるかというと、声の響きの使い方としては山中さんと非常に似ています。胸腔共鳴と鼻腔共鳴で、そのさんの方が鼻腔共鳴の音色が強いかな。鼻声の音色が強いっていうか、そうなってくると歌声的には全体的に甘えたようなニュアンスが出てくるんですよね。そこが可愛いですよね。もう一回聞いてみましょう。人は誰も、こんな感じかな、僕がやると。
で、注目すべきはですね、歌声も素晴らしいんですけれども、引力でのところで音域がぐっと上がっているんですけど、声量がですね、その手前とほぼ変わっていないんですよね。この声量コントロールもですね、素晴らしいと思います。レコーディングの話になってくるんですけど、音域によって声量の大きい小さいが激しくなればなるほど、編集がものすごく難しくなるんですよね。で、編集の手が入れば入るほど、本来の歌声の魅力っていうのはどんどん表現できなくなってくるので、そういった観点からもですね、その3のこのテクニック素晴らしいですね。おいかっこいい。今のフレーズとかすごくわかりやすいと思うんですけど、音域が結構上がり下がりしているフレーズだったじゃないですか。にもかかわらず、声量がですね、ほぼ変わってないんですよね。まあ、レコーディングでコンプレッサーっていう処理がされるので、ある程度音量は一定に整えられるんですけど、本来だったらやっぱり音域が下がると声量が小さく、上がると声量が大きく、これが声の自然な流れなんですよね。だからここまで音域の幅が広いフレーズっていうのは声量の大小がかなり大きく開いていてもおかしくないんですけど、その辺を完璧にコントロールして表現してる雰囲気ありますね。もう一回聞いてみましょう。で、惹かれ合うもののところは全体的に音を切るテクニックを使ってるんですよね。スタッカートって言うんですけど、このスタッカートを使うことによってバックのサウンドとの一体感を表現してるんですよね。バックのサウンドもここはスタッカートなんですよ。で、音を切ることによって、さっき歯切れの良さって言ったんですけど、音一つ一つがですね、力強くなるんですよね。音楽の専門用語ではアクセントって言うんですけど、だからその3の歌声のパワー感がですね、ものすごく前面に出てるようなポイントかなって思います。かっこいいですね。だから2人ともリズム感がですね、ものすごいですよね。ここ楽曲的には決めって言われるポイントなんですよ。バックのサウンドを演奏しているパート全体がですね、同じリズムで演奏するポイント。ここを決めって言うんですよ。で、みんな同じリズムで演奏するから、そのポイントは先ほど言ったアクセントになるんですよね。そこに対して2人ともしっかりとアクセントの部分に歌のアクセントを合わせているんですよ。だからもうインパクトがすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。色気たっぷりの山中さんの歌声、そして明るくて優しい園さんの歌声っていう感じ。聞きどころですね。あ、いいね、今の。ガー。ここのポイントがですね、もう本当に女性だったらキュンキュンしちゃうんじゃないでしょうか。もう今回の山中さんの歌声は色気に全振りしたような感じの歌い方ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。この裏声にひっくり返した感じがセクシーですよね。で、この映像の霞がかってるような雰囲気も山中さんのルックスと歌声の色気の雰囲気にめちゃくちゃ合うじゃないですか。いや、最高ですね。で、ここの園さんのポイントはですね、鼻の音色をさらに強調したような歌声をチョイスしています。そうすることによって切ないような雰囲気を表現してますよね。もう一回聞いてみましょう。この切ない雰囲気の歌声で愛しい溶け合いたいっていうワード、めちゃくちゃ相性いいですよね。好きな相手に対する気持ちの大きさをものすごく感じることができるような雰囲気というかね。おいすごいね。リズムの躍動感が半端ないですね、サビ。で、今回の楽曲の歌のテーマはスタッカートなのかもしれないですね。サビが一番音を切ったような歌い方をしてるんですよ。やっぱり音って切れば切るほど躍動感が増えていくので、かっこよさが増幅されるんですよね。ただやっぱり音を切るっていうテクニックって難しいんですよ。
切りすぎてしまうとわざとらしさが出てしまうし、切らなすぎてしまうと躍動感が出なくなってしまう。だからどのぐらい切っていいのかっていうところをしっかりと考えて切らないと、普段の歌声とはまた雰囲気が変わってしまうんですけど、このぐらい激しく音を切って歌っているのに、いつもと同じ、あるいはいつも以上のかっこよさを表現している山中さんとそのさん、本当に最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ねえ、やばいでしょ。めちゃくちゃ音切ってるっていう話を聞いてから聞き直してみると、音切ってるっていうところに気づくことができますよね。で、歌でいう音を切る。これどうすればいいかっていうと、音を止めるんじゃなくて、息を止めるんですよね。マジでじゃなくて、マジで。音を止めるんです。もうちょっと分かりやすく言うと、言葉と言葉の間にですね、ちっちゃい「つ」を入れるんですよね。トラックとか納豆とかのこのちっちゃい「つ」です。ちっちゃい「つ」を入れると自然な形で音を切って歌うことができると思うので、ぜひね、カラオケとかで試してみてください。特に今回のマジディスティニーを歌うためには、このちっちゃい「つ」の使い方が最大のポイントになってくると思います。今の本能的に好きよのところは、本能的にっていうところはスタッカートをあえて使わずに歌って、その後の好きよでスタッカートを使うっていう流れだったんですけど、ずっとスタッカートでリズムの躍動感が強調されている中で、ポンとスタッカートを使わないフレーズが出てくることによって、そこに耳がぐいっと引きつけられますよね。こういうリズムを使った表現力半端ないですね。もう一回聞いてみましょう。ね。本能的に好きよのところ。こういう風に歌声の表現力も素晴らしい2人が、リズムの表現力も使うことによって、表現がですね、より立体的になってくるんですよね。これがですね、すごいです。結構リズム的なところって盲点だったりするんですよね、歌の中で。歌って言ったらやっぱり声じゃないですか。声の音色の使い方とか声量の使い方とか、そういうところは注目できるんですけど、リズムって言ったらやっぱり歌から一歩外れたところにあるかなっていうふうに思ってる方がほとんどなんですけど、しっかりとリズムの表現力も使っているっていうところがですね、本当にすごいと思います。いや最高の流れじゃないですか。2人で歌ってるところはリズムを強調、1人で歌っている今のところは歌声の魅力を強調みたいなね、そんな流れですよね。で、山中さんの今のポイントはですね、ウィスパーボイスの息の量をですね、増やしたんですよ。そうすることによって耳元で囁いてる感じが出てるじゃないですか。これ最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、同性でもドキドキしちゃいますね、この歌声は。で、ウィスパーボイスの息の音を増やすためにどういう声の使い方をしてるかって言ったら、鼻の中に入れる声の量を増やすんですよね。そうすると息の音を声に乗せやすくなるんですよ。鼻声の音色を増やすとはまたちょっと違った鼻の使い方なんですけど、そういう細かい鼻腔共鳴のコントロールが山中さんは神がかってます。あなたがとアナザーワールドで韻を踏んでるような歌詞の流れなんですね。なるほどね。で、ここのその3はですね、優しさ全開っていう感じのその3の持ってる魅力を全て歌声に乗せたような表現方法かなっていうふうに思います。声の音色バランス的にはそこまで変えてはいないんですけど、声量をぐっと下げたのかな、ここのポイントは。それで自然に出る優しい雰囲気を表現しているような、そんな感じかと思います。もう一回聞いてみましょう。さっき声量をぐっと下げたって言ったんですけど、そこまでぐっとは下げてなかったですね。ごめんなさい、訂正します。少し声量を下げた、そんな感じですね。
いや、そのさんのこの声の自然な流れを意識した歌声表現もですね、最高ですよね。はい。いやー、素晴らしいですね。で、サビの最後は2人で歌って、ものすごく力強く締めるっていう流れ。で、画面も暗転してね、次はどんなシーンが待ってるのかっていう風にね、気になっちゃいますよね。この世界は過去から今に続いてきた。なるほどね。語りなんだ。予想外の展開で逆に聞いちゃいますね。喋ってる声もいいですね。今に続いてきた。それは人が愛を育んできたということ。かっこいい。かっこいいね。やっぱり山中さんって僕の中ではキラキラ王子様ってイメージなんですよね。もうこのシーンがまさにキラキラ王子様ですよね。で、低くて、ものすごく聞き心地のいい声で語られると、めっちゃかっこいいなって思っちゃいますね。見逃さないで。運命かっこいい。なんか声優さんみたいなめちゃくちゃイケメンボイスですよね。今回のマジディスティニーで声優のオファーとかもあるんじゃないかなっていう風に期待しちゃうぐらいイケメンボイス。この声僕一番好きですね、そのさんの声の中で。甘さもあり、優しさもあり、で、どことなく明るさもあるんですよね。声単体で聞くとものすごくポジティブな気持ちにさせてくれるような歌声なんですけど、ただこの楽曲の雰囲気とそのさんの歌声がですね、合わさることによってどことなく寂しくて切ないような雰囲気も出てるじゃないですか。これが歌声の感情表現の面白いところですよね。切ない雰囲気のフレーズを明るい歌声で歌うと痩せ我慢とかそういった感情表現になるんですよね。今がちょうどそのポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。もうね、なんか泣いちゃいそうな感じになるぐらい切なく聞こえちゃって、こういう気持ちになった方、僕以外にもいるんじゃないかな。そのさんの表現力が素晴らしいですね。ね、やばいでしょ。この歌声の魅力半端ないですよね。僕個人的にはユニット曲だからこそ知ることができた魅力かなっていうふうに思いました。ミルク全員で歌ってる楽曲に比べて歌声にさらにフォーカスできるっていうかね。いやー、すごいいい声。もう一回聞いてみましょう。と思うのあたりから後半部分がものすごく切ないですよね。いや、そのさんに切ない系のラブバラードみたいな、そういう曲歌ってほしいなっていうふうにね、今思いました。絶対泣く自信あります、僕。この画角かっこいいな。この一個前のね、もうイケメンすぎますね。で、ここのフレーズからハモリが入ってくるんですね。歌声のきらびやかさがさらに増幅したような雰囲気でした。もう一回聞いてみましょう。上ハモリっていうパターンです。メインメロディーの音域に対して上の音域でハモっているパターンですね。歌声にこうキラキラした成分が増幅して美しく聞こえる。これが上ハモリの特徴です。素晴らしいポイントですね。かっこいい。やばいね。ほどけるのところがやばいと思うんですよ。ただその一個前の境界は一瞬で、ここですよね。ポイントになってくるのは。ここでぐっと声のパワー感を上げて、もっと細かく言うと、境界はでパワーをぐっと上げて、一瞬でのところで軽くスタッカートを入れてリズムの強さを強調してるんですよね。だからパワー抜きみたいな流れを作ってるんですよ。これやばすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ね、ほどけるなんですけど、歌声はとろけてますよね。もう本当にすごく色気たっぷり。
いやー、羨ましいですね。ここまでかっこよくて色気たっぷりっていうのは。うん、ここいいですよね。鼓動が速くなるような躍動感があるポイントっていうか、サビに向かってちょっとね助走をしているみたいな雰囲気がすごくかっこいいなって思います。今ね、決して決して、ここでスタッカート、これね、言葉的にものすごく難しいと思います、僕。もっと言うと、家行ですね。家行のスタッカートってすごく音が切りにくいっていうか、声質がですね、こう細くなりやすいんですよね。鼻腔が使いにくくなっちゃうから。だからね、本当に難易度高いポイントかと思うんですよ。山中さんはさらっと歌ってるけどね。もう一回聞いてみましょうか。ほら。絶対難しいですよね。これ相当練習しないとうまく歌えないと思います。決して決してみたいな、僕がやるとね、わざとらしくなっちゃうでしょ。すごく難しいんですよ。でも多分カラオケで歌いたいミルキーズの方多いと思うので、ここはね、本当にものすごく練習した方がいいと思います。やば。いや、その3のハイトーンやばいですね。これね、ミックスボイスっていう声ですね。地声と裏声の中間の声なんですよ。あの優しい雰囲気の歌声からこの力強さにつながっていくっていう、この流れが最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。で、ミックスボイスってものすごく難しいんですよね。声を出してる感覚は裏声なんですけど、出ている声は地声っぽいっていうか、普段日常生活であまり使うことがない歌声なんですけど、だからこそコントロールが難しい歌声なんですよね。この完璧なコントロール力、さすがですよね。あ、ここはダンスブレイクなんだ。たっぷりと2人のパフォーマンスが見れるポイントかな。かっこいい。あ、こっから歌い出しね。最後の2人がこうビーっていう風にこう決めた姿がめちゃくちゃかっこよかったですね。こっから C メロなのか聞いていきましょう。わ、いいですね。このワンフレーズずつ歌いつないでいくパターンで、2人が多分狙って切ない歌声をチョイスして歌ってるポイントかと思うんですけど、これがすごいですね。今まで僕が聞いたことがない2人のこの声質、びっくりしました。もう一回聞いてみましょう。山中さんの特にこの高音部分めちゃくちゃ切ないですよね。山中さんもこの高いところはミックスボイスを使ってるんですよ。切なさの山中さんと対してその3はですね、最初切なさっていう風に言ったんですけど、どっちかっていうと情熱的に歌ってるっていう表現の方が近いのかな。思いが強すぎて切ないみたいな感じの声質。この声はまた歌の専門的な話になるんですけど、今までの胸腔共鳴と鼻腔共鳴の音色の比重が変わってます。鼻腔共鳴の音色が少し下がって胸腔共鳴の音色が増えてるんですよね。だから歌声にこうパワー感、要は情熱的な雰囲気が乗ったような歌声になってるんですよ。声の音色バランスのコントロール力もすごいですよね。山中さんの高音域めちゃくちゃ美しいですよね。低音域から中音域は色気たっぷりなんですけど、高音になった途端に美しさが全面的に出てくるような2つの声の魅力を持ってる歌い手かなっていうふうに思います。で、そのさんはここでも情熱的に歌い上げてる雰囲気がですね、ものすごくかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、いやー、もう最初からずっと圧倒されてますね。2人の歌声の素晴らしさとかっこよさに。で、こっから最後の大サビに行くのかな。ねえ、運命しよう。なるほどね。これは素晴らしいですね。なんかミルクと言ったらみたいな感じのポイントなのかな。
一曲に一箇所はこういうポイントがあるような気がするんですけど、ライブで言われたらきっとミルキーズの皆さんはキャーっていう風にね、歓声を上げるんでしょうね。ウェイかっこいいね。稲妻とともに、僕はね、聞き逃さなかったですよ。ピストルのバキューンって音も入ってましたよね。バリバリって音と、バキューンって音。ミルキーズの心を打ち抜きましたよってことかな。もう一回確認してみましょうか。ほらほらほら。うん。ね、バキューンって音言ってたでしょ。今のポイントで聞き取れなかった方はですね、概要欄にマジディスティニーの URL 載せておきますんで、ぜひね、そこから飛んで確認してみてください。時間がですね、2分40秒ぐらいかな。ぜひぜひ。で、最後のここ大サビの部分、通常のサビに比べてさらにリズム的なアタック感が強調されてますよ。最後のね、大サビっていうことで、やっぱりそういう盛り上げ要素、てんこ盛りみたいなポイントかと思うんですけど、これがね、かっこいいですよね。いいね。ブレイク。ブレイクって無音になることをブレイクって言うんですけど、ブレイクになったところでそのさんの歌声だけになるっていうポイントも最後はかっこいいが続きますね。もう一回聞いてみましょう。いい。すごいね。神曲だね。もうずっとテンション上がってます。かっこよすぎてね。あ、今のその3のロングトーンもやばいですね。やっぱり大サビっていうことでこういう風なフレーズが入ってくるんですね。ものすごく力強い歌声。もう終わっちゃうんだな、サビが。いや、耳に残りますよね、サビのフレーズ。ものすごくキャッチーでかっこいいメロディーじゃないですか。で、2人の歌声もものすごく素晴らしいし、もう一回聴いただけで覚えちゃうような親近感もありますし、最高ですね。やっぱりね、うすうす思ってたんですけど、そのさんの歌声がですね、パワーアップしてるように感じるんですよね。今までの歌声に胸腔共鳴のコントロール力がものすごくアップしたような感じがするんですね。で、胸腔共鳴の音色って歌の土台って言われてるんですよ。基礎的な部分。だからその3基礎トレとかすごいしてるんじゃないかなって思うんですよ。いや、そういう努力の背景が見えてくるとね、ものすごく感動しちゃいますね。今の声聞きましたか？山中さんの色気があるんですけど、ちょっと可愛らしいような少年のような雰囲気も出てましたよね。ここはあえて胸腔共鳴の音色をですね、あまり使ってないんですよ。鼻腔共鳴中心にしてるというか。そうすると歌声がですね、可愛らしい雰囲気になってくるんですよね。塩崎さんの歌声を想像してもらえると分かると思うんですけど、塩崎さんって鼻腔共鳴中心なんですよね。だから少年のような可愛らしいような歌声になってるんですけど、今の山中さんのポイントも塩崎さんっぽい声の出し方を使ってるのかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。特にわーのところ、ここで鼻声の音色がですね、ものすごく感じやすいかなっていうふうに思います。いや、なんか以前ミルクの楽曲、何曲もね歌声分析してるんですけど、それに比べてはるかに歌のレベルがですねアップしてるように感じます。やっぱり日頃からものすごい努力してるんですね。いやー、素晴らしい。あ、引っ張る感じね。最後だしね。なるほどね。どういう展開になるのかワクワクしてきますね。かっこいい。かっこいいね。最後の最後までブレないこのかっこよさたまらないですね。消えちゃいましたね。かっこいいを残したまま消えていくっていうね。ただね、動画がまだあるんですよ。時間12秒。ちょっと見ていきましょうか。また登場してくれるかな。
あ、エンドロールだから登場はしないっぽいですね。あ、登場した。イエーイ待ってよかった。いやー、最高でしたね。以上、ミルク、その俊太&山中重太郎、マジディスティニー、歌声分析はここで終了です。いやー、たまらないですね。もう本当に最初から最後までずっとかっこよかったし、全てのかっこよさを詰め込んだような楽曲、そしてミュージックビデオだったのではないでしょうか。2人の歌声の進化も感じることができましたし、今回の歌声分析はですね、僕の中でもう最高でしたね。もし皆さんの中でまだ僕が歌声分析をしていないミルクの楽曲で、この曲の歌声分析も見てみたいっていうリクエストがあったらですね、ぜひコメントの方で教えていただけたらなというふうに思います。もっとミルクの歌声について深掘りしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんのアイデアをですね、教えていただけたらなというふうに思います。これからもミルク全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーダーのつるさんでした。